おはようございます。おぎっそです。ちょっと早いですが、ライブ配信を始めたいと思います。ちょっと早いですが、おはようございます。おぎっそです。ちょっと早いですが、質問がある方は星印を頭につけてください。おはようございます。おぎっそです。847固定。ちょっと涼しになってまいりましたね。9月もう終わりか。もう10月。11月。楽しみな。10月末。楽しみやね。11月。ちょっと楽しみなこともちょこちょこある。10月、11月ですね。もう旅に行ってないと、うるさ。若干の禁断症状が出てまいりましたけども。ラーメン、豚骨ラーメンと、旅はやっぱ禁断症状が出ますよね。今日はちょっとですね、この、バラを描いていこうと思います。松岡さんも、さくらさんいいですね。赤坂さんも、うっす。田舎のマスも、うっす。ちゃんまくさんも、うっす。けいこさん、うっす。ライムちゃんさんも、うっす。ゆうさんは、こんばんは。伊藤さん、うっす。大谷さんも、うっす。機嫌がいいですよ、そら。マジック1ですから。2020年以来、2020年はカウントするべきちゃうかなと思うんですけどね。今日アクリル絵の具でいこうと思います。サムネにはアクリルとは書いてませんけど、サムネに書くとみんなが逃げるので、ウルトラマリンブルー。でもちょっとね、もうアクリル絵の具もだいぶ皆さん面白くなってきたみたいなんで、おっちゃんとしては嬉しい限りなんですが、フタロブルー。ね、もうようやくね、フタロブルー。今日かっこよく描くということをテーマに皆さんにお見せしようと思いますので。緑を買うてしもった。1階の部屋に置いてきてしもった。パーマネントグリーンライト。これちょっと弱すぎるって言ってますもんね、いつもね。ちょっとね。U35 かなんかやったかな。なんか、カドミウムグリーンみたいなのが。これ俺2回持ってきたでしょ。バーントシェンラ。カドミウムイエロー。みちみさんも、ミノーさんも、一ぴこぺさんも、スマイリーひろみさんも、のりおちゃんさんも、久保さん、雑すぎる。おはようございます。おはようちゃんと言わなあかんね。子供が真似するんで。で、これはですね、アリザリンクリムソンヒュー。これはいるかな。もう一度言います。フタロブルー、ウルトラマリン、パーマネントグリーンライト、カドミウムイエローを、アリザリンクリムソン。映ってるかな。トシさん、おはようございます。間に合いました。よかった。通知来ました、トシさん。杉赤さん、全然関係ないんですけど、ちょっと海外の方から問い合わせがあって、なんか、ヨーロッパ圏の人なんですけど、もう国まで言うていいかな。やめとこうか。なんかですね、海外の人で、メンバーになるというのがないんですってすっごい言われて、そんなことありますかね海外の人もし見られていたらメンバーになるというチャンネルのメンバーシップですね。に、これちょっと置いとくだけ置いてきます。ディープブリリアントレッド。そんなことありますかね。だいぶメールでやり取りしたんですけど、その方から結局見当たらないのでという。いやー、それはないんちゃうかな思うんですけど。で、チタニウムホワイト。多分ないと思う。そんなことはないと思うんですけど、ちょっとスクリーンショットとか送ったり、その方のために、鬼高評会の、鬼高評会の出し方みたいな動画を再度撮り直したんですけど、それでもないっておっしゃるから、そんなことあるかな。海外の人、そういうことありますよっていう人あったら教えてください。海外やからなのかな。ドイツの方ね。なんかね、ぜひ僕は鬼好評出してほしいなと、絵だけはなんかも送られてきたんで、ちょっと見たので、出してほしいなと思うんですけど、ちょっとね、出してほしいなと思うんですけど、ちょっと外側から形を、バーントシェンナと、フタロブルーで、グリーン、濃いグリーンみたいなの作って、少し乗せていってます。で、今日はちょっとかっこよく描こうかなと思っております。そのかっこよくてなんやねんって話なんですけど、以前なんか、ライブ配信で、久留米の方でやったライブ配信があるんですけども、
あれ結構僕の中でかっこよくいったなと。アクリルの2枚目の方なんですけど、1枚目実は僕の中でポシャっとるんですけど、うまいこといったなと思ったんで、ちょっとあれをなんか言葉にしながら、できやんかなと思って、今やり出してます。で、まあ形をちょっとこう取っていっております。で、大体の位置ですね。もうあまりそんなにこう厳密に細かく、あれするわけじゃなくて、ふうみんさんもおはようございます。張り込んでましたか。どしさんの。それもね、あれが来ないっていうことがあるのかね。通知が来ないって。わからないですけど。メンバーになるというのが、ね、としさんも、ね、お若いから、18歳プラス、65歳ぐらいやったような記憶あるんで、そうドイツの方もまあ70代後半で、70代後半の方とかも全然いますもんね。僕も80代も全然おるし。最高齢165歳ぐらい確かいたと思うんですけど、もう記憶が定かならですね。今日機嫌ええなって感じですか。よいしょ。よいしょ。まあ、昨日ちょっと上げた動画なんかね、酔っ払いながら喋ってる動画すみません。まあなんか、AI のことを少しこう思うと、なんかね、ほんまに仕事だいぶなくなっていくんちゃうかなっていうふうに思ったりするんですけど。よいしょ。特にね、こういう、なんていうか、可愛らしい、ちょっと描けるようなイラスト、なんか挿絵的に欲しいですとかって、そんなんもう、全部 AI ね、できるんちゃうかっていう時代になってきましたよね。全然あれですけど。よいしょ。他方でなんかね、やっぱドラマとかの、ああいうのも、ね、簡単なものやったら AI でできるでしょうけど、やっぱネットフリックスの見ました皆さん。極悪女王見ましたか。久留米の紫のバラ素敵でしたっていうね。あんな感じのことをね、なんかね、パッパッとこうできたらおもろいなと思ってね、久留米の。よいしょ。よし。まあ、形大体ちょっと取れてきたかな思ったら、ちょっと一回全部濡らそうかな思って、今日はある種です。ある種のこう4号ぐらいのサイズです。だから小さいサイズなので、皆さんも参考になるかなというふうに思いますし、ある種の小さいやつですね。4号ぐらいのサイズです。何倍だっけ ?31 かけなんぼとかかな。よいしょ。ピッ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 
あとはね、なんか、大川家具祭りっていうので、よかったらね、お知らせ来てください。大阪の古典はもうまあね、ある程度こうなんかあれ読めますけど、ちょっとね、田舎すぎるから、大川という家具の町があるんですけど、なんか呼ばれてて、1年前ぐらいから言われてたのちょっと忘れてました。よいしょ。ピッ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 。ちょっとこうバラの花っていうのを少し塗り残しながら、少しこう前面に、色をつけていきます。ちょっと濡れた状態でいいかなと思いますけども。ゆきゆきさんも北の恋人さんも。ユリアンすごいですね。ユリアンさん途中からね、表現する感じのね、演技。いやでもなんか、俳優さんももちろんやけども、なんかね、何ああいうこう、セットとかもすごいですよね。やっぱね、もうあんなんやられると、日本のテレビドラマはもう、ほんとね、大変ですよね。お金があるっていうか、なんかある、ヤフーニュースかなんかで見たけど、予算的には5倍ぐらいだっていう。いや予算なのか、出演ギャラやったか、ちょっと忘れましたけど。いやー、やっぱそうですよね。考えてみたら、あえてネットフリックスみたいなね、ああいうこう、いいドラマみたいなのダンと作れたりとかすると、またこう、入る人が出てきて、ネットフリックスに入る人が出てきて、という、こう、いい循環が生まれていくわけですからね。で、こう、ね、他にもネットフリックスを、僕はファーストラブっていうね、あれ面白かったし、あとサンクチュアリ。
この間地面師たちももちろん見ましたけどね。なんとダラダラした生活か。初めてですよ。自民党総裁選初めから最後まであんな見たの。あんな初めてですよ。人生で。面白いですね。なんでああいうのでヤジ言う人いるんですかね。なんか早くしろよ的な途中でなんか、投開票中になんかですね。あんな全国の流れててみんな見てんのね。ただこう、それが仕事やろって話やのね。もし文句あんやったらオンラインに自分らで頑張ってやれやって話やのにね。文句言うた議員さん誰なんやろな。途中でなんかね、愚痴言うてはる人いて。コメント欄には浜子がおるとかね、浜子がおるって書いてありましたけど。で、ちょっとより暗いところとかを少しこう書いていきながら、まあ、少しこう滲んでいくような感じとかも活かしながらですね。大川ぜひ、本当に。詳しくは、ホームページ見ていただくぐらいで、はい、よろしくお願いします。まあ、13、14日に行くぐらい私、フラット野良犬のように行くぐらいなので、13、12日はちょっとちびっこの運動会があるので、はい、無理でした。よいしょ。もう桜っ子クラブでいいのでね、もうよかったら来てください。本当にもうね。よいしょ。よいしょ。駐車場とか結構混みますよって言われたら、そうっすか、ちょっと。よいしょ。まあなんかあの辺はなんかモッカランドとか子供たちと遊びに行ったりするところあたりなんで、もううちからすごい近くなので、子供らもどっか近くで遊んでんちゃうかな。ピッ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 。で、こう全面に、濡れてきたら、ちょっと、バラシャンの方ですね。バラシャンは筆しっかり洗って、ティッシュが見当たりません。iOS 向け YouTube アプリではメンバーにあるボタンが表示されないみたい。そうなんだ。これすごい大事な情報やな。ありがとう。めっちゃ大事。iOS 向け YouTube アプリ。iOS って、あれ ?iOS って、何やったっけマッキントッシュ向けってことめっちゃ貴重な情報や、これは。めっちゃ貴重な情報。すっごい、みちみさんありがとう。これはちょっと IO 向けアプリ。今これをスクショを撮ろう思ったんやけど。この情報が得れるから、この、やっぱり YouTube のライブ配信は助かりますよね、ほんとね。そうなんや。IO 向け、iOS の、やったらということで、ちょっとこう中心がなんかこう、ポワーっとなってるバラですね。ポワーっと、ピンク色になってるバラ。ちょっと伝えておきますわ。ウェブか Apple 以外のデバイスからじゃないとダメみたいです。Apple Web。なんかでも僕なんかスマホとか、うちの嫁はんの携帯からアカウントを違うやつから恐竜チャンネルから見たら見れたから俺は見れるなと思ったんですけど、まあそういうことじゃないんやろな。iPhone ですけどね。でちょっとこう黄色とかもね、ピン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 。ちょっと伝えとこう。ピン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 。ピンピンピンピンピンピン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 ピン。よいしょ。
なんかほんと知らんことが多いですよね。アップル製品全般。やっぱアップル製品、でも僕なんか iPhone ではいけたけどね。なんでやろね。iPhone で見たらいけるけど、そういう iPhone で、見たら出てきたけど、あるんかね。なるね。よいしょ。少しこうわざと滲むようなところもあったり、ぐっとこう、まあこれはもう偶然的に、まあ、たまたまこうできたというところあるんですけど、こうちょっと滲ますようなところを作ってみたりとか、ですね。そうなんや。すっごい助かりました。よいしょ。さすがやね。若い人はシュシュッとこう調べてくれるというね。助かりますわ。若いからね、みちみちさん大丈夫やで。もうこのチャンネルで40代なんか貴重やからね。貴重っていうか希少やからね。40代か、まあもうほんとね、もう。よいしょ。よいしょ。で、ちょっとこう、引き締めるところ、暗い色で外側から決めるところを決めて、まあ主役になるところをどこにするかな。まあここにしようかな。こう目が動くようにしていこうかな。というこっちに流れていきましょうかな。で、主役となるところの周りとかを少しこう暗い色とかで引き締めたりとかして、ちょっと密度感をこう上げておいて、ですね。そうなんや。今、iOS 用 YouTube アプリを使っていますが、メンバーになるボタンが表示されますよ。ね。やっぱり Google じゃないから、冷遇されてるかもしれないですね。メンバーになるボタン、そのものがないみたいですと、みちみちさんはそう。赤坂さんは今 iOS 用、僕もYouTube のアプリ使ってるんですよ。同じ。メンバーになるボタンが表示されます。これ何やろね。みちみちさんのは表示されないけど、赤坂さんはされる。僕もされてる。なんか、みちみちさん冷遇されてんちゃうあるんちゃう国家権力ちゃうかこれ。怖いね。なんか、悪口言うたんちゃう石破さんの、なんか、喋り方が。なんか、ちょっと眠くなるとか言うたんちゃうのそういうの全部ね、多分スマホで今ね、あれ聞かれてるはずやで、僕の予想やけど、シリとかが全部拾ってね、もう石破さんに直で伝わるようになってんねん。で、石破さんギトーッと見ていきはるで、あの人。なんか、ギトーッとした目。奥さんなんかチャーミングやったね。ギトーッとした目で見ていきはるで。よいしょ。まあ、ね、別にこう制作やらなんやらという、こう、あれとかね、なんかいろいろこうあるんですけど、僕生まれがね、郡山っていうとこなんですよ。で、高市さんに調べたら、郡山の出身なんですね。で、筒井町って言って、ウィキペディア情報なんですけど、僕の友人とかおるところで、と思って、あんなところから総理大臣候補まで行くって、そこにちょっと感動したんですけど、もう本当になんかね、郡山っていうところの筒井町って書いてあったから、と思ったんですけどね。ということで、ちょっとドライヤーで乾かします。あら、YouTube のホームページに書いてあった。あ、でも、それはでもすごい、こう、YouTube のホームページに書いてあるから、iOS がどうちゃらこうちゃら。もしかしてアプリを一回こう、YouTube の消したりしてもいいかもしれないね。なんか新しくアップデートするとか、アップデートで、あれやったら、なんかこう、一回ドライヤーで乾かしますけど、それがあるかもしれないですよね。
今日ちょっと変則でまたなんか夜動画をちょっと撮ったのでよかったらちょっと急ぎ出した方がええかなと思ったんで、別にこう宣伝案件とかではないんですけど、よかったら今日動画夜またもう一本公開しますので、よかったら見てください。なんとなく朝方ずっとこう、編集してておもろかったから、ですね。ちょっとこう明るいところをチュッ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 とこう書いて、ですね。先日ですね、カマキリ、よくあるような、こう、なんていうか、網網状の60センチか40センチ、40センチがまあまあ大きいんですけど、なんていうのかな、花とかを入れる、こう、網網の通気性のええやつを買うたんですよ。網網のね、単な網ですけど。まあ、それ何かちょっと、カマキリを入れるというやつですね。カマキリを入れるためにわざわざ1480円も出して、買ったんですけど、で、今、カマキリが、4匹、5匹いまして、昨日ですね、夜、なんていうか、子作りをされているのを目撃したんですよ。あれ、すごいですね。で、多分ね、メスが1匹しかいないんですけど、で、オスが3いるんやと思うんですけど、で、他のカマキリたちが、1匹、要はメス1に対してオス1。で、あと残り3いるんですけど、3がその周りにこう取り囲んで発情しとるんですよ。絶対発情しとるんですけど、ごめんなさい、朝から変な話して。いや、ものすげえなと思って、そういうのっていうのフェロモンが出るんですかね、あれね。フェロモンってこういうもんなんやと思って、ちょっと大興奮したんでつい喋ってしまいました。ちょっと明るいところね、バラの子は描いていって、今なんか一枚一枚描くというか、わかりました、今。あれちょっと感動しますよ。僕、なんか、ちょっと見てみて、猛烈に感動しました。こんな風に男たちが女性を、あれを、こう、ごめんなさいね。ほんとすみません。めちゃめちゃ感動してですね、ちょっと広いこうケースに入れてあげたいな思って、まあ一匹ずつ買うてたんですけど、思い切ってちょっともう部屋中こうカゴだらけやから、少し、1480円出して買うてみたんですけど、まあ、そしたらそんなことが起こってですね、もう子供たちと大興奮で子供たちも寝れんようになってしまって、9時半ぐらいまで子供ら起きてました。いや、すごいね。あれ場所が違った。もうちょっとこっちやった。まあいいか。よいしょ。で、ちょっと明るい色でペン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 とこう書いていってみたりとか、少しですね、何の話してんねんって感じなんですけど、いや、ちょっと早くね、ライブ配信終わったら、ちょっと、カマキリの、世話をせなあかんなと。大変なんですよ、カマキリって。生きたもんしか食わへんからですね、バッタ取りに行かなあかんのですよ。でも5匹もおるともうガンガン食うんすよ。もうアホみたいに食うんすよ。すぐいなくなるんで。また行ってきます。まだ暑いですが。全然手伝いに来てもうていいよ、みちみちさんも赤坂さんも。ね。大丈夫よ。待ってるよ。虫取り名人として紹介、うちのちびらに紹介するから。このおじさん虫取り名人やでっていうので紹介しますので。ちょっと明るい葉っぱを描いていっております。よいしょ。ピュッ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 。もしね、初めての方もコメントしてくださいね。こんななんか、一部の人しかわからないような会話ばっかしてるのも良くないなっていうふうには思うので、よかったらですね、初めて今日見てますとかね、そんなんでもいいですし、今日初めてコメントします。別に書き間違えたら削除するって押せますからね。よいしょ。ね。奥さん気さくな感じでね、可愛かったですよね。なんかね、石破さんの奥さん可愛かったですって、なんか僕も可愛かったなと。なんか、ちゃんとインタビューとか見てないですけど、あ、可愛らしいなと思ってね。よいしょ。まあでもね、なんかね、自分の生まれ故郷のところから国会議員だ、鳥取の人なんかもうめちゃくちゃ感動してはるでしょうね。
総理大臣が出るっていうのはね。言うてもまあ石破さんにしても、ね、あんま、地元はどっちかというと東京か、あれでしょわからんけど。甲斐さんは思いっきり奈良のね、うねび高校出身、頭絵ですよ。奈良県では、公立では2番目かな。うねび高校から確か、京大やったっけ神戸大やったっけという感じで、少し明るいところを花にしても一回描きました。一回ちょっとドライヤーで乾かしていって、カマキリは動くものしか食べないので、そう。卵をピンセットで、つまんで目の前でふわーっと動かして食べさせてました。遠い昔の、杉若さんも待ってますよ。全然ね。やっぱ市場さんの奥さん可愛らしかったですね、というコメントが。ああいうのなんかね、やっぱ好感ギュッと上がりますよね。あやかきねこさんもこんばんは、こんにちは。はるさんもくまこさんも、ね、きさうさぎさんも、HM さんも、チャッピーさんも。で、このぐらいになってきたら、ちょっとこう思い切ったことをしてええかなと思いますので、まあ例えば今、現在、どう言ったらいいのかな。ちょっとパレットを掃除しますけども、パレットを掃除します。まあ、水しっかりつけたらある程度取れますからね。急いでやったら。ほら、取れるでしょ。アクリル。で、こっちはウェットティッシュ大作戦ですので、ウェットティッシュ。キッチンペーパー大作戦です。よいしょ。いやね、まだ暑いからちょっと庭の木切んのもなと思ってるんですけど、庭の木切らんといかんなと思ってるんですけどね、どないしても思ってるんですけど、もうぼちぼち切らな思ってるんですけど、これぐらいのハケがいいかもしれないね。よいしょ。ちょっとこう、まあ、例えば少しこう画面とか一回斜めにしといて、ね、まあ、潰すという作業ですね。これよく言うんですけど、僕これぐらいね、思い切ってね、皆さんね、潰してみていいんですよ。大丈夫。失敗したらもう僕がごめんなさいって謝りますんで、失敗しましたって言ったらね、謝りますんで、ビャー。例えば、じゃあ、潰すというぐらいの気持ちで、思い切って、じゃあ、僕謝りますんでね、じゃあ、一回こうなんか思い切って潰してみたり、これぐらいこう潰してみるぐらいの、気持ちでいいかなと思います。全部をこう均等に塗るんじゃなくて、わざとこうムラっぽく、塗ってみるのもありかなとも思いますので、全体にワントーンこうかかってきたり、少しちょっと白とか入れて、キャーって言ってますか？キャー。なんかね、楽しいです。いや、この人できたって思ってるかもしれないけど、紫っぽい感じにしてみたいね。なるべくなんか鮮やかな方がいいかなとは思うんですけど、ぎゅーっと垂らしてみたりとか、うわーっとこして。それでもね、完全にこう消えるということは、まあ、アクリルの場合特にないので、アクリルの場合、これぐらいなんか途中の段階で思い切ったような仕事とかしてみて、ぶっつぶせぐらいの気持ちでも、途中入れてあげても面白いと思います。まあ、そんなにね、細かいこと気にせずに、まあ、後でまた加工とかね、この後ちょっとお昼ご飯でも食べようかなぐらいの気持ちで、一回これぐらい潰してみて。わー、すごい。壊すの怖いですね。これは勇気いる。大したことないですよ、こんなもん。ね、田舎の晩さん、これは勇気がいる。まあ、完全に乾かなくてもいいと思いますので、まあ、この段階でまた、少しですね、いろいろこう試してみてね、皆さん大丈夫。そんなのね、細かいこと気にせん。ちょっとこう、こじんまりまとまっている映画、最近鬼高評価に多くなってきたので、
こういう風な形で僕が課題を出していくというですね、これぐらいこう、例えば、ギュッとこう、壊してあげるような仕事とか入れて、また外側からこう、形が決まるようなところがあったりとかしてですね、で、ちょっと筆のストロークとかもこう活かしながらぐっとこうね、ちょっとさばいてあげたりとかして、よいしょ。ガガガ。こういうこう仕事がキュッと入ってくるだけで、なんかね、絵の印象が変わりますよね。もう思いっきり変わると思いますけども。で、この際に、先ほど言っていたやっぱ主役となるところっていうのはやっぱりこう、ここやったらここって自分で決めてあげて、もうこう決めるのは皆さんです、そんなもんね。よいしょ。よいしょ。ピッ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 。ね、これぞ絵作りでしょ。別にその葉っぱ一枚一枚の場所がどうとか、形がどうとか、花がどうとか、そんなもんどうでもよくて、さあかっこよく、筆のこうストロークとかをどうしようかなとかですね。勇気いりますか、こんな。で、ちょっとこう、見えてる枝っていうのは結構こう、僕はこれ大事かなと思っていて、これがこう画面を動かすこう動線にこう持っていけますので、ちょっと細い線とかが、形が、画面を動かすのには結構いいアクセントになりそうな気がするなと思ってます。で、ちょっと暗い色のまとまりみたいなのも、どの辺に暗い色をまとめたらかっこいいかいなとかっていうのとか考えながら、もうね、昆虫観察、特に弟が好きでね、弟が、お兄ちゃんがもうどんどん最近インドア派になっててやばいんですけど。あんなやら、おとんがあんだけ連れてってたのに、くっさ。ちょっと紫を作りたかったら、この赤と、フタロシアニンブルーと、これですね、マゼンダ、なんとかマゼンダみたいなやつを少し入れてみたりとかして。よし。切りますか。全体がこうブルーっぽくかかっているというのも、まあ、ある、特徴かなというふうにも思いますけども、なんか皆さん、なんか最近リクエストあったやつって何や忘れてしまった。焼き魚ぐらいしか覚えてない。夢でなんか鮎を食べる夢みたいな。あれやっぱ夢やったね。今起きてみたら全然鮎を食べる夢を見たな。鮎を描きたいなとふと思ったが。なんか皆さんの方でリクエストとかあったらよかったらしてもらえると。助かります。ちょっと細い筆にしました。ちょっともう作画動画を今、作れてないというか、油絵が中心でですね、油絵ばっかりなんですけどね、もう油絵が古典の前になってくるともう仕方ないんで許してください。また水彩とかも作りたいな思ってるんですけど、なかなか今ね、で、明るいところを描いていく感じね。ライブ配信やったらね、結構こう、リクエストに答えやすいのでね、パッとこうできるし。ワンコロチーの次はニャンコロチー書きます動物が苦手なバレるから。ね。で、ちょっと明るいところをキュッ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 とこう書いていくだけで、まあそんなにこう、一枚一枚をこう克明にこう書くわけじゃなく、これは全体の画面の中の全体の調子として、雰囲気をまあ出してあげるということがどちらかというと主になるかなと思ってますけどもね。ちょっと黄色とか入れてもいいかもね。よいしょ。よいしょ。今年はね、すみません。阪神タイガースさんありがとうございました。
甲子園球場すごいね、やっぱファンが、もう本当にこう熱狂的な品のいいファンがいっぱいおってね、今回もこう見てたらね、甲子園球場の方はいっぱいおりまして、一勝一敗で乗り越えれたのが大きかったですね、そこはね。よいしょ。よいしょ。よいしょ。スポビー。ちょっとこの、黄色系を入れたような、要は暖色系みたいなのが入ってくると、全体のこう、青みがかった中に少しこうですね、暖色が入ってくると、いいアクセントになってくるんじゃないかなと思います。よいしょ。ブルー塗るの勇気いります。春花水木さんもおはようございます。あ、笹葉さんもおはようございます。皆さんね。よいしょ。よいしょ。東京はもうね、だいぶ先やもんね、古典ね、まだね。グループ展はちょこちょこあるんですけどね、グループ展とかほぼ行かないんですけどね。今度行こうかな、なんかの機会ね。あの人に言うて、ね。明るいとこだけ書いててます。よく明るいとこかけて言うでしょ。こういうこと。明るいとこちょん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 。よいしょ。明るいとこだけ書いていってます。ちょんちょんちょんだ。ピンク。今日ちょっと夜上げようと思ってる動画は、なんだ、田中一村。田中一村をダラダラ喋るという動画なんですけど、やっぱ面白いわ。あの人の人生も、もちろん知ってたんですけど、ウィキペディアをまた謎で喋るだけなんですけど、やっぱ面白いな。よかったら皆さんね、寝落ちラジオにぜひぜひ。よいしょ。もし質問もあったらしてくださいね。教えてください。何がですか？透明と不透明の混色の違いを。透明と不透明の混色の違いというと、どういうことかな？不透明。白混ぜると全部不透明になりますよ。この、フタロシアニンブルーとかウルトラマリンブルーっていうのは、どちらかというと透明色なんですよ。この辺は、バーントシェンナーも透明色に近い。これ不透明。これ不透明。これ透明。これも透明かな。もう一度言いますよ。透明、透明、透明。不透明、不透明。透明、透明。要は、で、どう言ったらいいかな。どう言ったらいいかな。紙かなんかあるかな。紙かな。あるか。紙かな。よいしょ。例えば、これ、ウルトラマリンブルーってこれ透明なんですよ、これね。これ透明。で、下の絵の具とか、鉛筆とかの線がもしこうあるとしたら、こう透明色っていうのは、はい。嘘。これ透けて見えるでしょ？あ？これ透けて見えるでしょ？幼虫、何の幼虫で、例えばこの、クリムソンレイキみたいなものも、こう透けて見える。何の幼虫を捕まえた？何の幼虫もハンタートークン。何の幼虫捕まえた？土の中にいるそうですよ。土の中にいるの？これが透明って、要は透明色って言われるやつですよね。土の中にいると。で、これに白を混ぜると、白混ぜるとこう例えばピンクになるんですけど、こういうのは、まあこれでも半透明ぐらいですけど、こう、下の絵の具が少しこう見えなくなって、ね、もっとこう白混ぜて。綺麗って言ったね、今。綺麗。木が言えないの？こう、ね、下の絵の具が、これ不透明でしょ？綺麗。ウルトラマリンにしても何にしても、こう白混ぜたりすると、で、どういうこと？これがほら、下、消えた。青。これでこれでって、可愛いのが期待値出るよ。ここキャメラ、ここ、キャメラ。おーいって。ちえちゃんって。
ちじゃないよ。ちということで、ちょっと後でちょっとパパがこれ何とかする。持ってって。ね。幼虫。何の幼虫やろね。はい。おはようございます。ある種子にアクリル絵の具で描いて、そう、ある種にアクリル。なんかまずいですか、ズカちゃんさん。今岡さんもおはようございます。用事で抜けます。うわ、そうなんや、赤坂さん、ちょうど。昨日今朝作ったから。これで、その後、なんかまだ質問がこう続くようだったら、ちょっとよかったらしていただければと思うんですけど、ちょっとそこから、昨日見られたんですね。ごめんなさいね。僕のなんか、愛の伝わる今日の動画見てもうたら、もうちょっとこうね、これよりなんか、どういう答えたらいいのかな。甘みいいですね、と。おーいって言ってた。可愛いの来た。おーい、もういっちゃいました。案外素直でね、いいんですよ。どっか言ってくれて。ある種で、書いてますよ。別に何でもいいんですよ。僕で何度も言ってますけど、基本的にダメなことなんてほとんどないと思ってるんで、アクリルの上に油絵、油絵の上にアクリルをやめた方がええというのは、乾きのスピードとかの問題で、やめた方がええんちゃうのっていうぐらいで、基本的には何でも大体 OK やと思うんですけどね。日本人ってどうしても、なんかこう、ダメを考えすぎるんじゃないかなという民族性があって、これダメって言われましたということをよく言うんですけど、その理由がちゃんと分かってたらいいんですけど、分からず、こうなんかね、自分のこう表現を狭くしてはる人って多いような気がするんですね。だから僕は、基本的に何でもええよっていうことを言うてます。あとはやっぱり保存とかですね、保存状態っていうのはあるので、その辺はちょっと注意しながらされた方がいいと思うんですけど、なんかこう、例えば何かで書いて、2ヶ月後にペローとめくれてきたとか、そんなんやったらば、修復せなあかんようになるから。あとあれか、マジック油性マジックを下書きで使うのはやめた方がええか。あとなんかあるかな。あとで滲んで出てくるんですよ。もう修復不能なんですよ。っていうのは、下書きでこう油性マジックは使わん方がええっていうのはあります。あとは、昔はなんかこう、この絵の具とこの絵の具の混色はダメみたいなの結構あったんですけど、それもやっぱり絵の具会社って、やっぱね、当たり前のように賢いので、そういうこうクレーム来たら何クソこの野郎と思うわけじゃないですか。で、それでこう、改善とかしていっても、ほとんどそういうのが、ね、30年ぐらいの前と比べたらなくなってきたような気がするんですけど。よくわかりました。ごめんなさいね、チャコさん。今のでよかったかどうか。質問ですと、支店などでは額も審査対象にならないですけどね。まあ、汚い額は汚いと思いますよ。よくあるのが、木を買うてきて、iPad が極楽情報見てた。ちょっと待ってくださいね。支店などで、要はある、額縁で、審査対象にはならないですけど、変なことした。わかりました。分かってないって。ごめんなさい、びっくりした。どうしたんや。どれやい。あと、こう、飾り付けをやっぱ、その市の、支店とかは、だいたい、こう、その運営の人がやるんですけど、やっぱりね、こう、絵があって、要あるのは、こう、直接、こう、木こうてきて、ここにこうやって、こう、うつける人いるじゃないですか。こんな感じで、ビューっと。で、後ろにヒートンつけてくださいとかよう書いてあるでしょ。で、ようこれ、外れそうになることあるんですよ。で、審査っていうか、審査の時いろんなパターンあると思うんですけど、こう審査の先生が、どう言ってんかな。このパターンも結構あって、要は、審査員の先生が向こうの方にね、こう、いてはって、こう、向こうの方にいてはって、こう座ってね、こう審査の先生がいてはって、飛び交うなんかこうなんかね、
階段状になってたりさ、飛び交っちゃうのは国立新美術館とか、こう階段状になってて何人もこう審査のね、こう人がおると。で、ここに、こう、絵を、後ろからこう木枠とかを持って、ずる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 とこう運んできはるんですよ。ずるずるずる、二人ぐらいでこう。で、その際に、額縁がボロッとか出たりとかっていうのがあったりするんで、おーと思ったりするんですよね。だから僕は、私の動画の中で箱額っていうのを皆さんに紹介したのは、箱額状にしたりとか、箱額のあれの作り方すると、あれめちゃくちゃ頑丈なんですよ。絵の側面とかをうっつけるわけじゃないですし、あれめちゃくちゃ、あれなんですよ。というのもあるから、僕は箱額状のあれをおすすめというかしていて、ですね。わかりました。で、ちょっとこう、審査の対象にならんけど、おーと思いますね。おー。ちょっとカドミウムレッドぐらいかもしれない。いや、そういうの全然遠慮なく質問してくださいね。で、まあ、毎年同じようなサイズの作品作るんやったら、もうなんかそういう箱額状のものとか、透明水彩やったらもう普通にあれかな。市販のものとかにあれされるのかもしれないけど、直接つけるタイプの額縁で、なんかめっちゃマイナスになってるなと思うのは、外れたりするときかなと思うので、僕は、ね、もうちょっとこう、ほんの少しだけお金払って頑張った方がええのになと思ってたりしました。ちょっとこう水を多めにして、少しこう影のとこを描いていったりとかすると、これはこうグレーズって言ってこう透明ですよね。透明の状態に近い。カドミウムレッドは透明ではないですけど、少し透明に近いような状態。もっとピンクさせたいけど、ちょっとこの冷気系は弱かった。今ので分かりました？審査の対象にはならないけどね。やっぱプレゼンテーションとしては例えば、鬼高評会とかではやっぱ写真が悪かったりするとっていうのはあるじゃないですか。で、審査する上においてはね、そういうところまである程度こう、緊張感持ってる人に、票を入れたくなるというか、あれは良くなりますよね、印象はね。田中磯大好きで楽しみにしてます。東京の田中磯って行きたいけどちょっと無理そうです。大阪でも多分あるんでしょね、杉岡さん、わかりましたと。確かね、大阪の方も巡回するんちゃうかなと思いますけどね。皆さんよかったら行かれてみてはどうでしょうか。という感じで書いていって、少し最後の方になってくると、なんか絵筆あるかな。なんか根性のある筆が少なくなる。ちょっと準備していたはずやけど、これか。いや。で、ここからもなかなかこう完成に持っていくのって難しいし、どの辺で終わればええのって話になってくるんですけども、ちょっとですね、明るい、葉っぱのところとかを少しこう描いて、今日はかっこよく描くっていうのがテーマなので、写実的に描くというよりは、どちらかちょっとグッとこうかっこよくこう決めているところは決めてみたいな感じで全部描く。スケッチとか現場とかに行ったら、こういうテクニックが必要になってくるっていうか、あった方が多分いいと思うんですよね。ピュッピュ明るいところを少しグッと。今日はそうそう、アクリルでアルシを使ってますが。ダメだったですか僕はね、なんかこのやっぱ凹凸みたいなのがこうキャンバスの目みたいな雰囲気というかね、なんかそういう感じがして、その面白さみたいなのもあるから、私はボコボコしてるのもこう活かしながら描いていこうかなと思ってます。カマキリ少年がね、来たね。なんかの幼虫見つけたと。なんかお兄ちゃんの時もああいう時代あったよね。何でも幼虫を捕まえて。何でももう。
それまた、買えって言うんですよ。大体なんかね、来年になったら、なんや、白天花むぐりぐらいしか出てこないですけどね。ガの幼虫も飼ってますよ、今。嫁はんがそんなにこう、虫が得意な方ではないのに、なんか得意になってきてますもんね。すごいなと思いますよ。人間の体制っていうのはね。よいしょ。ピッ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 。一枚一枚この花を描くことが、この絵にとっての正義は、葉っぱね。葉っぱを描くことが正義では僕はないと思っているので、これをいかにこうかっこよくこう見せて、描いてるとこと描いてないとこみたいなこう見せ方をしてあげて、よいしょ。この間も奄美大島行った時に、田中一村の、最後の家、行ってきたんですけど、ボロボロですからね。あれ大丈夫かな。鹿児島県、なんとかされた方がいいですよ。まあそんな予算もないかもしれんけど、鹿児島県の、さっきおさえさんから今日鹿児島にいますってことはそちらの方行ってるのかな。よいしょ。よいしょ。よいしょ。お酒以外でリミッターを外す方法。何のリミッター何のリミッターお、田中一村店は名古屋飛ばしですか。名古屋飛ばしね。何のリミッターですか、松本さん。何のリミッター日本語がよわからん。リミッターを外す。お酒飲んだらリミッター仕事はもうやる気なくなりますよ、僕。よいしょ。よいしょ。ちょっとこうね、アクリル絵の具の質感みたいなのをちょっとこうつけていくような感じで、大阪あったら行きますと。ピッ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 。最後ちょっとね、密度を上げていく仕事をしながら、まあ、薄く青く塗った色が影にも見えてくるしな、とかっていうことで、ね、少しね、見えてきたりもしますよね。1時間ぐらいこれ今、何分ぐらい ?52 分。早いね。来週10月2日から11日、栄ギャラリー、あやで個展やりますと。ちょっと、あれやね、DM とか送ってもろたら。来週やからね、鬼高評価の方じゃ宣伝ちょっとできへんから、コミュニティ欄ぐらいやったら宣伝できますから、メールで杉岡さん送っといてくださいよ。よいしょ。何回目ぐらいですか ?160 回目ぐらいですか？僕も自分の個展の回数とかもうわからなくてもね、何回やったのね、今までね。人生。送っといてくださいね。メンバーの方なんで、その宣伝は全然しますので、そうそう、メンバーの方の個展などのあれはしますので。よいしょ。栄のギャラリー、栄あや。僕もほとんどもう初めてでしたもんね、この間、名古屋に行ったのは。一回なんかね、駅ビルかなんかでね、白日かなんかのがあって、チラッと覗いたことあるんですけど。チラッと無言でチラッと覗いて、ばあちゃん家にそのまま行って、まだばあちゃん生きてたのか、あの時。で、ばあちゃん家の庭をひたすら切るということをして、なんか帰った記憶あります。その際に一瞬だけ、
駅ビルのなんか、ところにちょろんと寄ったような、誰からも気づかれんかった。なんか賞も取ってて、誰からも気づかれんかったな。会場をちらっと言って。誰からも声かけられんかった。私も誰も知らんかった。っていうような感じでしたね。今もそうですけどね。ちょっと水を多めにして、これ4号ぐらいの作品です。ちょこちょこ言うてますけどね、なんかね、小さい作品でも密度感を多少上げていったりすると、大きく見えてきますよというお話とかもちょいちょいしてますと。青をかけて、こっくりとした大人っぽいバラになって素敵です。サンキューベリーマッチ。杉岡さんありがとうございます。2回目。2回目のジンクス。そう、2回目ジンクスっていうかね、ありますよ。1回目はね、やっぱりね、皆さんね、ご祝儀的な感じでね、よし、わかった、もうこうだろうとかね、言う人いますけどね、2回目って難しいですよ。皆さんね、古典ってね、2回目以降が圧倒的に難しい。1回目やっぱね、初めてやから、何さん古典ってやるのとか言うてね、見に来てくれたりするんですけど、いや、難しいですよ。そこ乗り越えたらね、多分もう何回、わからん。何回もやっとる。よいしょ。紙パレット使用されてますね。濡れたティッシュの上にアクリル絵の具を乗せるやり方、僕もさせていただいてます。三色昼寝さん。インクで人物を描いてますが、全然似ません。人物画を描くときに先生が一番大切にしていることはどのようなことでしょうか。似ません。似ません。似せようとしてないかな。なんかいい形、いい色、いい形。特に人の、僕は油絵で描くから人の肌とかの色かな。肌の色とかをどうやってこう、あれしようかなとか。どっちかというとそういうことかなと思いますよ。なんかこう似せようなんてあんま思ってないですよ。肌の色とか、いい形、いい目の色とかね、そういうのをこう意識しながら描いてますよ。まあなんかね、似顔絵とかやったら絶対にこう下書きから転写して、カチッとやって似顔絵っていうか肖像画とかね。肖像画の仕事最近してへんな。肖像画の仕事持ってます。今暇ですよ。そうでもないか。暇ですよ。そういうのは意識したりしてますよ。よいしょ。ちょっとこう水を多めにしながら、不透明の絵の具で、描いていってます。インクで人物か。何を意識してんやろ。何意識してんやろ。あんま考えたことないな。何を意識してる？何意識してんやろ。インクって何のインクですか？インクね。まあ、やっぱかっこいい、インクとかでかっこいい線とかを意識しながら描くやろうなぁと思いながら、頭で考えてはいるけど、なかなかパッと出てこへんなぁ。で最後に、ちょっと明るい色とか。じゃあ、その方がええかな。これ結構こうマスキングテープを外したらギュッとこう引き締まって見えるはずですよ。で、まあ、葉っぱも、まあ、そんなに描いてるわけでもないですけども、そういう雰囲気みたいなので、とどめてはいますけども、むにゅ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 。固まってるか。最後にちょっとね、バラのね、なんかね、部分的にでも。よし、10時か。ないな。なんかリクエストないですか、本当に皆さん。ライブ配信ができるので。この辺にも一応バラなんでね。なんかもうちょっと綺麗なピンク色が欲しいね。なんかね。もうちょっと綺麗なピンク色にしたかったけど、なんか今僕が持ってるアクリル絵の具じゃなかなか出えへんかったな。
悔しいな。とかを言うていて、諦める人間ではございませんのでね。なんかやったら。よいしょ。ちょっとこうなんかね、輝くような、輝く。わからん。よいしょ。という感じでですね、書いていきました。もうちょっとやろうか、ここからもうちょっとね、密度上げてって、4号に見えないやろうっていうぐらいまで見せんと、いつも人の悪口ばっかり言って、お前できてへんやんけってね、突っ込まれそうだから。もうちょっとね、こう、密度上げて、4号感をなくしていきながら、6号感を出していこうか。6号感ちょっとカチンと乾かしたいんですよね。もしまたしてくださいね。青塗られた時はわーと思いましたが、すごい素敵な絵になって綺麗です。蝶が見たい。蝶ね、やる蝶やるついに標本やるか。標本やるか。あそこに蝶の標本あるんですよ。熊黒標本と、黒アゲハと、モンシロチョウとクワガタやるか、ついに。ついにやるか。虫系はね、大体こう人気ないからね。虫系は人気ないからね。というですね、感じでございます。虫系はなかなかね、人気ないよね。ペアレットがないぞ。ペアレット。虫系は大体なんか、皆さんが、あれこれスイッチあるの大体なんか、虫系っていうのは、おい、こっから透明水彩にしたるで。おい、こっから透明水彩にしたるで。オペラ的なのあるんか。オペラ的なの、ピンクはもう出んかったらもうオペラ的なのいっぱいあるで。お、きなくりどんさん、もうあれへんやんけ。きなくりどんさんが全然ないやんけ。きなくりどん。あれへんやんけ。オペラ的なやつの、もう。ペペ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 ペ。ペペペペペペ。よいしょ。オペラちゃんがもうあれへんかった。どっか探せばあるんかもしらんけど出てこへん。もう。さ、ルビーレッドぐらいにしておきましょうか。ああ、全然違うとこだし。はい、じゃあ。超描きたくて、リアル超おもちゃ買いましたが、胴体が思いっきりプラスチックでした。我が家めっちゃあるんで、その辺にいっぱいあるよ。親父の趣味やったんですよ。だからもうどうしてもなんか、うちの、あれは、あれかもしらんね。もう遺伝かもしらんね。私自身も、昆虫採集おもろいし。よいしょ。ういピン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 。ウィーピン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 。ちょっとね、写真よりも、鮮やかになってしもてますけど、鮮やか近く濃くね。まあまあまあ。素敵なバラになったでしょ。ピピピピー。ピピピー。まあ、なんとなくこんな感じになるかなって頭の中では想像してましたよ。だいたいこう、イメージの、70% ぐらいまでは今日いったかなと。ピピピピピピ。ピピピピ。
透明水彩を。アクリルでできやんかったら透明水彩でいけばいいぐらいの気持ちでですね。まあ、この上に今度はアクリル乗せていくときはちょっと下の絵の具が溶けてしまう可能性あるから、まあ、そこのところだけはちょっと注意しながら、やっていかなあかんかなっていう気はするんですけど、ピュッ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 。カマキリは勘弁してください。カマキリは書かないね。クワガタやったら大丈夫？皆さん。クワガタと、カブトムシと、蝶々。やったらいける？絵の中にカマキリ、カミキリムシなどを描いたときに、お亡くなりになったカミキリムシを描いたのが、見てくださった方にバレたことがあります。足が固まってるとか。ヤフオクで標本買いました。あかん、自分で採集せな。という感じでどうですか？ちょっと透明水彩なんかもね、例えば使ってみたり、この中のこう不透明水彩のこう鮮やかな色とかも、なんかペン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 とこう使ってみたりしても面白いかもしらんしね。なんかこうその辺はこう、偶然みたいなものも活かしながら、ね、きな栗で少しこう隙間とかをまたぐーっとこう引き締めてあげて、この見せ場というこう隙間産業ですな、いわゆるな。なんかね、もう一定数、クワガタカブトムシ、虫が大嫌いなもう、うちのパートナー、妻、ママも、はじめは、クワガタはもう、ジャイアンツの G にしか見えないって言ってましたもんね。夜、脱走とかしたらギャー言ってましたもんね。今、だいぶマシになりましたけど。近くの庭の木の伐採をしていますね。明日ちゃうん自主的に近所のおっちゃんがやってくれてる。やばいな。虫取り行けようになってしまった。で、こういうところに、こう少し例えば、なんかこう、ね、ギュッとこう差し込んでみたりとかして、またね、このアクリルの上からもこう加工をまたかけるしね。もっとなんか鮮やかなこう色とか欲しいね。面白かったですか？ G はいいや。今夜胴上げですかね。今日どこ？中日戦？ちゃうか。広島行くの？広島行くの？昨日ね、東京ドームでやってたけど、広島行くの？今日先発誰？グリフィン？誰？キエさんと会話してると。誰？2020年以来って、でも20年の時はもうね、コロナやったからなんかそんな見た気せんかったもんね。ほんとなんか今年は守りの野球というかね、もうやっぱ守りの野球の方がね、絶対こう長期政権になるんですよね。バッティングはね、水物って言ってね、何の話でも元プロ野球選手のかのごとく喋っとる。ちょっと伊織くんだけがね、心配やね。伊織くん10勝させたかった。杉内コーチいいね。なんかね、すごい鹿児島出身ですよ。いいですよね、杉内コーチね。すごくこうなんか親身になってる感じがするしね。桑田二軍監督とのなんかね、でもいい感じですね。という感じで、ございました。どないでっか。最後ちょっと透明水彩とかも入れながら、見せ場を、我がドラゴンズはマジック減らすのに貢献しました。今日松田スタジアム。そっか、松田スタジアムか。ね。もう今日も決めてほしいね。
という感じでございました。まあ、透明水彩はもっとこう使われてもいいと思いますよ。ここに例えば、白とか入れてね、こうなんか、少しこう、乾いてなかったりしたら、こういうのまたにじましたりとかしても面白いし、ね。意外と白って僕なんか面白く使えると思いますから、なんかダメっていう風に先入観でやってしまうよりは、なんかこう、使ってみるのもありかなと、私なんか思ってしまいます。映画余計な何でもいいですよ。なんで売ってんねんからね。はい。ということでございました。虫取りしたいなと思ったら、近所のおっちゃんが庭掃除、あそこも掃除をし出したので、私は庭の木を切ろうかなと思います。めっちゃ暑そうですけど、庭の木を切って、お休みのお父さんをしようかなと思います。綺麗ね。どないでっか。メンバーシップの会も募集してますよ。スペシャルサポーターもぜひぜひ、こういうのが届きますのでね。こういうのをぶち込みスタイルでお送りしますので、よかったらですね。ここだけちょっとなんか直したかったね。ジェストを先、あれしてしまったんで、ジェストの白とかで、少し、こう、もうゴミ捨ててしまったんで。という感じで、ございました。どないでっか。よかったという方、チャンネル登録して、ぜひよろしくお願いしますね。4号ですよ。こうちっこい作品ですよ。A4 サイズ、A4 サイズぐらいのこう、作品ということでございました。質問ないね。ポンさんも、サンキュー。みちみさん、けいこさん、お腹が、縮んでるやつとかあるんで、結構見ているだけでも面白いですよ。蝶の標本。素敵なありがとうございました。ふみさんもありがとうね。ハラロラメイさん、双葉さん、こんにちは。ギリギリ間に合いました。質問、いいね。今ちょうどアクリルが描いてるとこですと、アクリル絵の具の色があんまりないので、パレットの上で透明水彩絵の具とアクリル絵の具を混ぜて使ってますが、大丈夫。アラビアゴムとあれやから、特に問題ないかなというふうに思いますけどね。アクリル絵の具の色あんまないですか？僕個人的には今日も出してたような色があれば、ある程度の色は作れるかなと。ただ今みたいにこうピンクとかがちょっとまた見直してみてください。ピンクがなかったから、後から最後にこうピンク差し込んでみたりとかしましたよ。ありがとうございました。ポチしました。ゆきさんありがとう。ポチしました。ありがとうございました。何ポチしましたって。はるさんかっこいい。のりおっちゃんありがとうございました。松本さんありがとうございました。まあ可能なら明日もやれたらなと思いますので、また野球が楽しすぎて酒飲んでできないかもしれませんけど、ということで、可能なら標本考えときますよ。やりますよ。終わります。お疲れした。良い週末を。秋晴れ。